ある父親が子供たちに宛てて手帳にこう書いた。楽しい時も苦しい時もお前たちは互いに信じ合い、元気で朗らかにおいしいものでも食べて暮らしてください。おいしいものでも食べて。これが書かれたのは食べるものがなくなっていく島だった。詩編の日本史。今回の詩編は2冊の手帳です。最後のページまでちゃんと書いてあります。佐藤富五郎。東京でバスの運転手をしていた。妻の静江さんと4人の子供。上から貴子、信子、勉。一番下はまだ赤ん坊だった。昭和18年召集、横須賀の海兵団に入り、その春船で南へ送られる。行き先は太平洋の真ん中、マーシャル諸島ウォッチェ環礁。サンゴ礁の輪が海に浮かぶ日本から4000キロ余りの島々である。綺麗な島です。この時はまだ。この頃戦争の線はじりじりと日本側へ寄ってきていた。その年の秋、南のギルバート諸島、タラワとマキンが落ちる。次はマーシャル。誰の目にもそう見えていた。昭和19年2月、アメリカ軍がマーシャル諸島に来た。隣のクエゼリン環礁を攻め落とし、そしてウォッチェには来なかった。攻めずに通り過ぎたのである。上陸して来ない。その代わり船も来ない。この時島には3000人余りの守備隊がいた。その全員への補給が断たれた。交通を断たれしより早3ヶ月。米も薬も家族からの手紙も届かない。島は海の真ん中で静かに取り残された。富五郎の日記で今残されているのは最後の9ヶ月分。その書き出しの時点ですでに配給は減らされていた。つまりこの日記に飢える前の日々は書かれていない。最初のページから最後のページまで飢えの中の日記である。どうあろうと生きるという信念一心である。だがこの日記を開いて驚くのは、飢えの記録ではなく暮らしの記録が続くことだ。パパイヤの葉でタバコを製作して吸う。マクワウリの種を黒沢上水よりもらい、もらったウリの種をまく。200坪を耕してコーリャンを植える。かぼちゃの種は24粒。浜でナマコを取り、ドラム缶の風呂に気持ちが良いものだと書く。上水に謝辞2本作ってもらう。量感謝。さじを2つ作ってもらった。その感謝が日記に残っている。夕食かぼちゃ飯。何より15日に一度ビスケット2枚ほどの配給。それでも仲間の帰りを祝ってコプラで腹を膨らませ、何よりごちそうさまであったと書く。飢えの中でこの人は日常を手放していない。その日記の中に家族へ向けたページが現れる。ここだけ大きな字で書いてなる。これより家庭欄にしてありますからよく読んでください。家庭欄、家族に読んでもらうためのページ。届くあてのない手紙を富五郎は手帳の中に書き始める。お父さんも本当に元気で、遠い遠い戦地でご奉公しております。僕の分まで子供を可愛がって4人の子供を育ててくれ。貴子、信子、勉、赤ちゃんも。親孝行はみんなで母親に孝行をしてください。4人の子の名前を呼ぶ。電池は売るなと財産の相談を書く。僕亡き後の暮らしは最も暮らすに良い道を選びなさいよ。そして自分の食べたいものも一つだけ書いた。せめて角屋の天丼でも食べたい。
腐れたたくあんでもよろしい？角屋の天丼、腐ったたくあんでもよろしい。その同じ手が子供たちにはこう書く。僕の命日には子供たちにたくさんご馳走すること。楽しい時も苦しい時もお前たちは互いに信じ合い、嬉しいことは分かち合い、元気で朗らかにおいしいものでも食べて暮らしてください。家族に対してどういう気持ちだったのかと思うと胸が張り裂けそうになります。昭和20年4月25日、手帳の最後のページである。25日、全く動けず苦しむ。日記書けない。これが遺書。昭和20年4月25日、最後かな。翌日、佐藤富五郎は栄養失調のため亡くなった。39歳。戦闘は最後までこの島に来なかった。2冊の手帳は島で終わらなかった。生き残った戦友原田豊明が持ち帰り、仙台の家族のもとへ届けられた。日記の中に一度だけこんな一行がある。僕と原田、当年であった。同じ姓の戦友である。同じ人かどうかは分かっていない。敵に拾われた手帳も敵の翻訳だけが残った日記もありました。この手帳は仲間の手で帰ってきたんです。長男の勉さんはこの手帳を長く保管した。何度か通しで読もうとしたが涙が出て読み続けられなかった。そう語っている。父がどういう思いで島にいたのか、手帳を開くたびその2年間がそこにある。2018年、研究者たちの手で全文が翻刻され一冊の本になった。ここでへーのお時間です。ウエッジ島は攻められませんでした。アメリカ軍は隣のクエゼリン環礁だけを攻めてこの島を素通りしたんです。でも攻められなかった島は安全ではありませんでした。3000人余りいた守備隊のうち生きて島を出られたのは3人に1人ほど。多くが上で亡くなったとされます。数字は資料によって異なります。攻撃されない安全と同じではなかった。戦争にはこういう形もあるんです。最後にもう一度手帳の前に立つ。縦12センチ、横7センチ。手のひらに収まる手帳と小さなノート。合わせて168ページに鉛筆の小さな文字がびっしりと書かれている。島で生きた2年の最後の9ヶ月と家族への言葉がそこにある。楽しい時も苦しい時もお前たちは互いに信じ合い、嬉しいことは分かち合い、元気で朗らかにおいしいものでも食べて暮らしてください。手帳は今家族と共にある。次の1枚を探しに行きます。チャンネル登録とこの動画の高評価がその力になります。どうぞよろしくお願いいたします。